ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白し体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白し体を紹介すると言いたいところなのだけど、もういないわ。面白し体研究会ではこれまでスカイリム中の面白し体を紹介してきたわけだけど、主要な死体は全て紹介しきってしまって、もう紹介したい死体が残ってないのよね。そこで今回はやり残したことの回収として、藤吹と相性がいい死体5000を紹介するわ。詳しくはこの動画を見てほしいのだけど、獣人に持たせた藤吹は自動で充填されるという仕様があるわ。ただこの仕様に気づいたのが面白死体研究会を始めてしばらく経った後だったから、死体の性能を調査する際に藤吹との相性については全く考慮してなかったのよね。そこで今回はこれまで紹介してきた死体を藤吹との相性という観点から見直して、特に相性がいいと判断した死体を5体選んで紹介するわ。始まるよー。1体目は強盗団の略奪者よ。彼は炎強化、霊気強化、雷撃強化すべてをランク2まで取得しているから、属性ダメージの藤吹を装備させれば、どの属性でも 1.5 倍のダメージを与えられるわ。特に有効なのが、混沌ダメージが付授された武器よ。混沌ダメージは全ての属性強化の影響を受けるから、属性強化を全て取得していれば、ダメージは3倍以上に跳ね上がるわ。魔術師の敵の中では属性強化を全て取得しているものは珍しくないのだけど、彼の場合は左手でしか魔法を使えないから、右手には常に片手武器を装備し続けることと、片手武器スキルが高いという点で他の魔術師より藤武器との相性がいいわ。彼については藤武器の使用が判明してから紹介した死体だから重複した内容になってしまったけど、藤武器と相性がいい死体として彼を外すことはできないから改めて紹介させてもらったわ。2体目は暗殺者よ。彼はクイックショットを取得していて攻撃速度が高いから、それだけ多く藤効果が発動することになるわ。単純にダメージを与える藤武器を持たせてもいいけど、私のおすすめは破滅の矛先よ。この弓にはランダムで恐怖や錯乱、麻痺を与える効果があるから、元から高かった暗殺者の妨害性能がさらに極まることになるわ。破滅の矛先はウィンドヘルム南東のストーニークローク洞窟で、山賊長を倒せば手に入るわ。暗殺者にこれを装備させると、武装解除、よろめき、錯乱、恐怖、麻痺効果のある矢を高速で連射できるようになる。最低最悪の妨害キャラの完成よ。コルクバルブの矢を装備させればさらに麻痺の確率を上げられるから、嫌がらせが好きな人は彼にこの弓矢を装備させて連れ歩くと楽しいと思うわ。3体目はベンディル・セベリンよ。彼は2連シップをランク2まで取得しているから二刀流の攻撃モーションが速くなっているわ。それだけ富士効果の発動回数が多くなるわけだから富士武器と相性がいいと言えるわ。パワーアタックのダメージを上げる2連猛撃も取得しているから、スタミナ吸収武器を装備させてパワーアタックを連発できるようにするのがおすすめよ。彼は富士武器なしでも最強候補の物理アタッカーだったけど、富士武器を持たせたら文句なしで最強の物理アタッカーになれるわ。3体目はボエシアの勇者よ。彼も2連シップをランク2まで取得しているから、富士武器との相性がいいわ。彼の場合はさらに炎強化も取得してるから、炎ダメージの富士武器を装備させればより高いダメージを与えられるわ。ただし彼は本来二刀流が可能な NPC ではないから、左手に装備できるのはフォースウォーンの剣などの一部の武器だけよ。酒場で噂を聞くと始められるクエスト、カラスの骨を進めると、暴君の破滅というユニーク装備が手に入るのだけど、これなら左手に装備可能だし、炎ダメージの付授がついてるから、まるで彼のために用意されたかのようなおあつらい向きな性能をしているわ。右手に装備させる武器はナイチンゲールの剣が向いているわ。彼も2連猛撃を取得してるから、スタミナ吸収武器が特に有効なのだけど、この剣にはさらに体力吸収効果もあるから、耐久力の低さを補いながら戦うことができるわ。ただ体力吸収効果は充填の消費量が多くて、すぐに切れてしまいがちなのだけど、彼は戦士タイプにしては破壊スキルが高いから、他の獣人よりは富士効果を長続きさせられるわ。2連シップ、炎強化、破壊スキルと富士武器と相性がいい要素が特に充実しているのが彼よ。5体目はイルダリ・サロスリールよ。彼女は魔術師なのだけど、左手でしか魔法を使えないから、右手に装備させた富士武器は自動回復の対象になるわ。
彼女に持たせる武器だけど、混沌ダメージが付与された武器が最も向いているわ。混沌ダメージは全ての属性強化の影響を受けるのだけど、彼女は霊気強化と雷撃強化をランクにまで取得しているから、混沌ダメージで2倍以上のダメージを与えられるわ。さらに彼女は聖職者のパークを持っているから、アンデッドに対してはより高いダメージを与えられるわ。プレイヤーのレベルが34以下だと彼女はアイスストームしか使えないのだけど、レベル35まで上げればサンダーボルトを使えるようになって魔術師としても最強クラスになれるわ。彼女を紹介した当時はそんなに強くないと紹介したけど、レベル35以上にして富士武器を装備させれば、普通に強い方の死体に分類できるわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回は富士武器と相性がいい死体について紹介したわ。紹介したい死体は全て紹介してしまったし、面白死体研究会は今回で最終回になるわ。まだまだ個性的な死体はたくさんいるのになぜ紹介しないのか疑問に思うかもしれないけど、その理由は基本的には弱いからよ。ライトニングテンテストを使えるくらいの突き抜けた特徴があれば別だけど、そうでもなければ何らかの実用性がないと紹介しづらいのよね。というわけでスカイリムにはまだまだ面白死体が溢れてるから、狩猟術を極めたい人は自分なりの面白死体を探してみてね。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。